さて、初恋の話をたくさんですね、皆さんから募集してるんですけれども、初恋の話の時にこの間なんて素敵なハプニング、そうですね、やりたいこととしてやぶさめの話が、初恋メールを読んでいた途中に急遽私の夢っていうそうですね、メールが、はい挟み込まれてまして、吉田マジックでそうです初恋の間に私のやりたいこと夢の方が入っちゃってたんですね。そうなんですね。やぶさめの話が、はい、やはり皆さん非常に強く心に残っているので、やぶさめ情報が来ておりますやぶさめをねやりたいっていう方、はいはい、まずですね、こちらいつも通勤の車の中で楽しく拝聴しています。岩手県在住の34歳の女春です、先日のやぶさめに憧れる女性の話を聞いて、これはと思い初めてメールします、はい、何を隠そう、私もやぶさめに憧れる一人ですそんないるの世の中、やぶさめ派がいるんだよ意外とロード・オブ・ザ・リングやゼルダの伝説で耳の尖った金髪の美形男性が颯爽と馬にまたがり弓を放つ姿に惚れ惚れし、自分もできるならやりたいと乗馬体験をしたり、小祝牧場でアーチェリーをしたり、ささやかな楽しみを心に秘めていました、ふるさとである岩手県の遠野市に U ターンして約7年、そういえばこの場所もやぶさめ文化がある地域であることに気づきました。昔から一つ屋根の下、家族の一員として馬と暮らしてきた場所です。伝統文化としてお祭りでは神社の馬場でやぶさめが行われます。馬場ですね、失礼しました。子供の日には男の子も女の子も参加する子供やぶさめも行います。やぶさめエリートですよお小さい頃から、ね、岩手県のやぶさめエリート来ました。ただ以前やぶさめを行っている神社に30代女でも今からやぶさめできますかと聞いたところ、子供のうちならできるそうなのですが、大人の女性を指導できる環境がないということを教えられました。残念。しかしここは馬文化が豊かな東北、青森県の十和田市には女性でもやぶさめを習うことができる環境があるということも教えてもらいました。十和田市では桜やぶさめといって4月に女性限定のやぶさめ大会が毎年行われています。しかも十和田乗馬クラブというところではなんとやぶさめコースがあり、やぶさめコースやぶさめコース、やぶさめコースって何女性も習うことができるようです。しかもこのクラブの代表は女性の春雨、女性の春雨って今春雨ってなんだ今。このクラブの代表は女性のカリスマやぶさめ主婦。カリスマやぶさめ主婦来ました。カリスマやぶさめ春雨主婦でしょ口答えすると弓矢でいられるっていう主婦。馬に乗ってきたお母さんが宿題やんなさいだった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 バシュンって夕ご飯は春雨よ春雨は私の言い間違いだから、この人になすりつけないで。このカリスマ主婦に春雨が走っていくので、東京近辺でなくて申し訳ないですが、お休みを取って旅行がてらどっぷり春雨訓練というのはいかがでしょうか。また春雨っつってあったどんだけだよ、食べたくなっちゃったやぶさめ訓練というのはいかがでしょうか。私はただいま妊娠中なので子育てが一段落してからチャレンジしてやろうと思っています。ご参考になれば幸いです。読んでいただきありがとうございます。素敵。ここに来て急にあなたもやぶさめやりたいでしょ。やぶさめムード来たいねまだ聞いて待ってください。落ち着いてください。もう一つ来てるんです。どんだけ強さみかさん、こんばんちは。おばさんネーム眼性疲労のおかげと申します。前回放送で自己紹介された、自己っていうのはアクシデントの方ですね、事故で紹介された甲冑さんのやぶさめ教室へのメールです。これは初恋の話です。去年友達に頼んで今ねマリアージュのやぶさめと初恋のマリアージュのこの今のブーム、このやぶさめかけるやぶさめかける初恋コラボやぶさめと初カメの初カメって何ね、初カメって何、それ縁起の良さそうなやつ何それ初つる初カメやぶさめ初カメ初つるみたいな、そう何なの理不尽みたいなサンナスビみたいな。とにかく今みんな人類が誰も到達したことないやぶさめと初恋のコラボレーションの並走っていうのもいるんだから邪魔しないでもらっていいかな。誰も得たことのないこのそう興奮いいですか。これは初恋の話です。どういうこと？
昨年友達に頼まれて参加したすごい。鎌倉での仕事がやぶさめの会でのお手伝いでした。国内外の方にやぶさめを身近に感じてほしいと開かれた会では、やぶさめをはじめさまざまな伝統文化に触れられる体験ブースがあり、とても楽しいイベントでした。私は裏方のお手伝いを終えた後に本番を観覧することができたのですが、その時です。装束に身を包んだ、いる人の手って書いて何て読むんだろう。いてと長いたてがみと尾をたなびかせながら走る馬が目の前をさっそうと通り抜けたその時、私は初やぶさめ恋に落ちました。今初恋の間にやぶさめタイトル、初やぶさめ恋って新しい概念来たから、これね、令和の新しい概念だから、初やぶさめ恋だから、初後天魔女ちょこちょこ、初やぶさめ、やぶさめ、恋で、そうそう、初やぶさめ恋だから。バカじゃねえの。おめえバカじゃねえ。バカじゃねえ。お前調子こいだよ。私は特に女性、異手の異種の弓矢と乗馬のスキルはもちろんのこと、凛とした顔と姿勢に胸を打たれました。なんてかっこいい佇まい、なんて美しい。私の目はハートと星でいっぱいでした。甲冑さんのやってみたいという気持ち、すごくわかります。この会を主催した大日本弓と馬の会と書いて、多分キューバ会って読むんだと思うんですけど、大日本キューバ会のホームページをぜひ見てください。近づいてきた。スタローンにはまだ届かないけど、やぶさめには届いてきた。やぶさめを習うというページがあります。デビューされる甲冑さんの姿、ぜひ拝見したいです。陰ながら応援しています。まさかの大日本弓と馬の会と書いてキューバ会。探してみましょう。これ今私たちのスマートフォンで。キューバ会ありますか？大日本ですよ。大日本ですよ。プロレスでいうと大日本っていうのはね、ハードコアとかね、デスマッチがあるんですけど、そういうんじゃないですよね。やぶさめデスマッチですか？大日本弓道会。弓道弓道会じゃない、馬だ。弓道じゃダメなんだ。キューバ会。馬ですね。これはありましたよ。やぶさめ OR.jp ですね。もうガチですよ。すごい。やぶさめ .OR。やぶさめオーガニゼーションってことか、これ。すごい。やぶさめってことですね。やぶさめオーガニゼーション来ました。はい。すごい。やぶさめ傘掛け。いやもうちょっとやっぱかっこいいね、やぶさめって。エキスポ2025。もうやりたくなってきましたね。今これ4月なんで、他にも多分いろいろあると思うんですけど、やぶさめについての、やぶさめを習うありました、ページ。本当だ。やぶさめを習いたい方へのご案内。公益社団法人大日本キューバ会では、武田流。私がいつぞやのエピソードで武田流について言及したじゃないですか。ありましたね。あれなんだっけ。ぼんやりとしか覚えてないけど、なんだっけ。武田流なんだっていう話をしたじゃないですか。見学の申し込みもできます。やっぱ武田流なんだよね。そして YouTube にやぶさめビデオをしたことが分かりました。やぶさめが載ってます。そう、やぶさめフォトギャラリー、そしてやぶさめスケジュールもあります。ちょっと皆さん、サーバーが落ちない程度にこの弓道会のですね、キューバ会です。来ました。キューバ会。私たち今。はい。こういうセレンディピティですよ。こういう時にやっぱりそうなんか君ってなんだってなんで今社長みたいな。君。なんで今社長になったの？やぶさめだから。やぶさめ。こういうなんていうんですか、やっぱり突然なんでこんなよくわかんないことが起きたんだろうっていうところで意味があるんですよ。そうなん。よくこれだから鵜呑み力なんですよ。鵜呑み力ですよ。そうそう。やぶさめって言ってやぶさめって言わないんですよ。疑っちゃいけない。そうなんです。やぶさめ。やぶさめか。そう。ありがたくやぶさめって思うんです。そう。でこういう時にやっぱ行動っていうことで。そうですね。もう弓をもう引いてると思いますよ、皆さん今。みんなキューピッドですから、こうなったら。弓を引いてる。すごいですね。恐ろしい。我々に不可能などないんですよ。そうですよ。ここでやぶさめブームを起こしましょう。甲冑さん、あなたのメールがたまたま初恋のところに入っていただけで、こんなに私たちの中でやぶさめが。これね、ありますよ。ありますよ、やぶさめ。だって祭りでやっぱね、女だけのやぶさめでパッって行きたいじゃないですか。やっぱりあれですよね、そこはこう男性のっていうところをこうやっぱり私たちの女パワー、おばさん女パワーで、おばさんしかいないやぶさめっていう。そうですよ。ね。はい。
やっていきましょう。やっていきましょう。いつかちょっといつかてか誰かやぶさめやったことある人いたらメールください。私こうミニやぶさめコーナーはメールが来る限りやりますから。やぶさめのメールが来る限り読みますから。そうですよ、はい、もうこれは縁が切れないですね、やぶさめとは。そうですよ。添い遂げたい。そうです。そしてほらスタローンの情報も、はいはい、ずっと待ってるんで。ですね、作家の伊藤あわちゃんがいるんですけど、はい、伊藤あわちゃんが聞いててくれて、はい、伊藤あわちゃんいろんな周りの人聞いたら、はい、エディ・マーフィーは自分のパートナーがエディ・マーフィーの友達だよって人までは続いた。すごい。だけどもうちょっとじゃないですか。でもエディ・マーフィーにスタローン紹介してって誰も言えねえって話になってねえねえエディ・マーフィーねえスタローン紹介してって誰も言え、多分知ってるだろうけど言えないねっていう話になって、ここもでもちょっと頑張ったらつながりそうですよね。まあケビン・ベーコンみたいな感じでね、ちょっとケビン・ベーコンみたいな感じのやつ知り合いなんですか？いや違います。ケビン・ベーコンのなんとかっていうのがあって、法則があって、だから7人ぐらいたどると絶対世界の人全員ケビン・ベーコンに行くらしいんで、スタローンもね、スタローンって確かなんか昔プリマハムとかやってなかった？やってた。マルダイハムとかああいうマルダイハム、筋肉出すやつですよね。なんかハムの人みたいなやつだよね。あ、そうだ。なんか炎の前で食べてましたよね。ごめんなさい、全然違う映像見た記憶があります。ちょっと待って。私その映像見たことない。それ秋田限定じゃないですか。炎の前で食べて、炎の前で食べてたよ。伊藤ハムですか？全部のハムが外れました。麻布ハムじゃない。マルダイハムでもないし、どこの伊藤ハムでした。誰か伊藤ハムに知り合いませんか？でも待って待って。でも本当にこれでスタローンに繋がった時何やるか覚えてる？なんだっけ？忘れちゃったよね。なんだったっけ？そもそも何だったっけ？だからスタローンに会いたいっていう方がいたんですよ。夢でね。夢をね。ポシャっちゃったんですよ。テレビ局のせいで。マスゴミが悪いんですよ。マスゴミが。ゴミマスが悪いんですけど。おめえ出てるだろ。だから当事者だから言うんですけど。だからその方のために合わせましょうよ。会っていただきましょう。ちょっとその話進行してきたら私ちょっと面倒くさいから聞いてもいいですか？スタローンに説明するみたいな時であんたがね、スーちゃんこうやって言ってっつって全部私にやらせる絵がもう見えるんですよ。ニコニコしてるだけで、あとは全部さ早く行ってこうやってってスタローンに告白する中学生じゃねえんだから。明日15時空いてるって言って体育館の裏に来てって言って。だからどこどこの前しか言えないから。体育館の裏って言えないの。インフロントオブしか知らないでしょ、私たち。インフロントオブしか習ってないから。インフロントオブ体育館しか知らないから。体育館の前に来ちゃうから。本当に。だから、やだ、繋がんないかな。いや、僕、究極的にこれ完全に混ざると、スタローンがやぶさめやりだしますよ、これ。これは見たいですね。これは見たいですね、スタローンのやぶさめ。これは遠野市と組みましょう。ダララ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 って言いながら。やぶさめやーんバシャーンですよ。で、ハムを刺すっていう。卵を刺す。そう。もうさ、もうスナックじゃん、これ。スナックの酔っ払ったおっさんの話じゃん。本当に。ゼロだよ。ゼロトーク。生卵を飲むっていう。そう。生卵。ロッキーだからね。飲みます。わかんない、ランボーかもしれない。いろいろあるよ、やること。本当にスタローンだから。やぶさめですからね。やぶさめですから。やぶさめエリアン。やぶさメリアンっていうね。私メリアンだからそれ。ある意味出てきちゃうから。メリアンだからね。やぶさメリアン。やぶさメリアンっていう馬いないですかね。買おうぜ。みんなで馬主になろうぜ。俺たちが何でもできる。リスナーから一つ1000円出してもらって。しかし馬主にはなるけれども競馬場では走らせません。なぜならやぶさめの馬だから。バカだね。バカだね。本当に。本当に。バカだね。もうなんかさ、フェードラこんな子じゃないと思うんだよね私。やぶさメリアンとか言わないと思うんだよね。あいつ。やぶさメリアン。そう。やぶさメリアン。でもさ出てきた一人さ登場人物増やしちゃうよ。やぶさめりゃん。そう。やぶさめりゃんで馬でこうやって出てくる。そう。やぶさめるっていくんですよね。そういう。そうですね。そう。新しいキャラクターを出して、もうとにかく全部混ぜればいい。何の話だったんですか今。ゼロです。話だったんです。ゼロです。私たちの得意なゼロ回答です。俺たちを国会議員、私たちを国会議員にしてみろ。2時間もらってゼロ回答。爆笑のゼロ回答やるぞ。ドラマでいい
話だったんですねえよ。本当本当ににありがとうございます。でも最高な話でした。初恋の話もいっぱい来てんのそうよ。なんです。今日時間大丈夫ですか？いけるいける、読んじゃう、はい初恋の話すごい。もうこれさ、やっぱさ全いやもう部さ、ズッキュンメールです。てかえずくよね、えぐられてえずくよね。はい。もう斉藤由貴の初恋がずーっとロロ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 もうなんかなんていうの、酸っぱい、体の中が酸っぱくなる、わかるわかる。酸性になっちゃう。なんかそれも梅干しとかじゃないの。違うなんかじゃあ吐きそうやめなさいよ、やめなさいよ。なんか使ってないところキってなるからそう、本当に。でもみんな気をつけて、みんな大丈夫、キューってなる準備できてる？うん。じゃあお願いします。あ、私かおら願いします。ちょっとこっちは変わり種ですけれども。あ、じゃあ私から行く？はい。ちょっとじゃあどっちから行く？私からいきます。お願いしますこっちはい初恋メール、スーサミカさん、おはこんばんここ待ちは。お初メールで37歳、おばさんネームおちゃらけピスタチオと申します、初恋メール、皆さんの話を聞いてなんだか心が動いてしまって筆を取りました。このバージョン多いです。おい、そうみんなね、心を動かし合ってる。私たち共鳴し合ってる。そう皆さんの話を聞いて話したくなりましたっていうみんなで後でみんなでメールがクソ長い。うずきまくってる。いいよいいよ。私の初恋はもしかしたら今かもしれません。今何歳37歳。いいね。お恥ずかしながらいい年して誰かとデートをしたり手をつないだりすら経験がなく、中高時代は好きな人すらもおらず、大学も女子大でなんとなく女子といるのが心地よく、そのノリでここまで来てしまいました。いいよいいよ。あるある。人生いろいろあるよ。好きになった人は今までそれなりにいましたが、中の深め方もわからないので、そんなに中身をよく知っていることも好きになるとか、そういう類の好きではなかったような気がします、もちろんそれらは実ることもありませんでした。ところが今年転職をして赴任した先に素敵なおじさまが。初めはちょっと面倒くさい人なのかなと思っていたんですが、気遣いは半端ないし仕事はできるし、それでいて飛ばすジョークはチャーミング、そして私の思い込みでしかないのですが、選ぶ言葉のセンスも私好みだったり、私のそれに似ていたり、それってなんだろう、会話のテンポやら言い回しやらなんだか素敵と思ってしまう今日この頃。言葉を教える仕事をしているので、私がそういう部分に惹かれるのは道理かもしれません。そうね。ユーモアのセンスがあるし、若々しいけれどちゃんと自分がおじさんという節度と自覚があることも素敵。しかも話をしていて分かったのは、シンプルに単身者だということ。タララーン、おめでとうございます。何の障害もないのですが、こんなコンプライアンスの時代ですし、あまり職場で仲を深めることもできず、そもそも私はアプローチの仕方を知らないうぶおばさん。自分みたいな人間が人を好きになるなんておこがましいずうずうしいと思っているタイプなので、そうか、まずこのこじらせっぷりをどうにかしなければなりません。そもそも女子校出身者の弊害、おちゃらけててたくましくてガチャガチャうるさくて明るくて、どう考えても恋愛対象には見られないタイプなんです。所詮いわゆる王道タイプ女子じゃなくて、恋愛をしていいのだと頭は分かっていても、自分に対してはそう思えないんですよね、なので友人たちには最近仕事場に推しがいるという程度の言葉に濁していますが、本当は気づいているんです。好きかもしれないって。9つも年上の人を可愛いと思うのも人生初めてで、今は自分に対して戸惑いしかありません。彼はあんまり表に出ることのない私の仕事に気づいて、ねぎらってくれたり、なんとなく同じタイミングで物事に気づいたり、そんなことが毎日嬉しくて、女子中学生みたいに心が動いて忙しいです。そっか。彼のことを見過ごして、彼のことを見すぎて髪伸びてきたし、多分来週月曜日は髪が短くなってるかもと思ったら本当にそうなってるし。いや、散髪のタイミングまで分かるよね。好きすぎて散髪のタイミングまで。でも分かるね。最近は自分で自分が気持ち悪いと思うこともしばしが気持ち悪くなんかないよ。ない、もちろん。っていうか恋愛は全部気持ち悪いから。いいこと言う。ただの同僚としてではありますが、雑談できるだけでも天にも昇るようなワクワクとモダモダとで今いっぱいです。モダモダって新しい日本語来た。人を好きになるのは初めてではないけれど、これ初恋ってことにしてもいいでしょうか、なんてことを思っている私です。この初恋を見なったらいいなと、どうせ私なんかがせめぎ合っている今、ぜひエールをいただければと長々とメールしてしまいました。梅雨ということを忘れるほどの暑さですが、どうか皆様ご自愛くださいませ。ありがとうございます。これ37歳で9個上だから 48？ あ、じゃあ 46？異性愛者だといいね。
異性愛者といないはい、そうですね。それが分かんないからね、はいだとはい、女の人が好きっていう人だとしたら、うんで37だったらいけます、そうですね。ではい、ゆるゆるっと生きてる人もいるじゃないですか、こうやって。まあそこだけちょっと様子を見ながらで来られたら、ああそっかそっかって気づく人もいるからね。じーっと目を見て喋ればいいと思います。そうですね。おまじない棒に書いてあるみたいなこと言いますけど、目を見て話して、向こうが反らすまでこっちは反らさないっていう、練習を。そうですね、喋ってる時に、向こうの目をじーっと見ながら、今ずっとすーちゃんが見てますけど、目を見て喋る時にふざけられないんですよ、とかできないですか。ふざけける時ってどうしても目がこうどっか行っちゃうんですけど、じーっと見て喋って、相手が喋ってる間もずっと相手の目を見て、向こうが反らすまでは反らさないっていうところから始めてみて、素敵です。さっきちょっと清水美智子さんにお会いしてきましたけど、大竹しのぶさんの魔性の、女性として有名じゃないですか、やっぱまばたきをゆっくりこうやってたまにするんですって。だからそれもやってみて。それ眼性疲労じゃないのね。私たちのそれ眼性疲労、もしくは目薬をさした後にゆっくり目を閉じて開けてください。目薬。緑内障の目薬。まあでもちょっといろいろなんかでも向こうも気づいてないのかな、どうなるんだろうね。気づいてないかもしれないですよね。言うタイミングもありますね。言っちゃってもいいかななんて私なんかかっさらいたいタイプだからもうキッて言っちゃいますけど。かっさらいたいタイプとかもうやっただろそれ、入社してすぐ。いつ結婚するのどっかけ回したでしょ。そうです。しつこく言ったので結婚してくれたんですよ。本当に。ご愁傷様だよ。そうです。本当お疲れ様ですよ。お疲れ様だよ。旦那お疲れ様ですよ。本当に。いやでもどうなんでしょうね。なんかちょっと言ってみたいもいいんじゃないかななんて私は思ったりしますけど。まあ40代後半でもしずっと単身者だっていう場合には異性愛者じゃない可能性もなきにしもあらずだと思うんで、そこはフラットに考えつつも目を見て話す。いいですね。でもこの好きかもしれないこの人のことっていう時が楽しいですよね。なんとも言えなく楽しいじゃないですか。ラジオの方でも言ってたんですけど、ピークはもしかしてあなたも私のことっていう時がピークです。ここがピークです。ここが完全なるピークです。これはチョコランマの頂上です。あれ登り始める5合目としてはもしかしてすごいわかりますよ。好きかもしれない。これ5合目です。そうです。でここからどんどん酸素を少なくなってってチョコランマ頂上としてはあれあなたももしかしてです。でその結果がもしかしてはいでもいいえでもそこからもう実務になってくんで、山は下るのみです。だからもしかしての時にもう肌の手入れとかすごいしてもう大チャンスですよね。綺麗になる大チャンスですよ。もう年齢30になるんでちょっと分かんないかもしれないけど、やっぱりここはラブストーリーを突然にかけてくる。チャチャーンですよ。チクチューンとね、私たちのチクチューンですから。でもいやなんか嬉しい。チクチューンってこうのけぞるっていうね。まだ大丈夫でしょ、のけぞっても。そうです。ジャケ写みたいな。織田信長って言ったね今ね。やぶさめしちゃうよそしたらね。やぶさめしちゃうよ。織田信長がやぶさめしてたかどうか知らないけど。本当歴女じゃないもんですからね。わかんないね私。いやでもだから本当初恋ですよ。頑張って。これは初恋です。頑張ってください。頑張ってください。ちょっとなんか諦めないで。進展あったら1年後でも2年後でも教えてください。でこの方です。もうね最高なんですよ。件名初恋で一番最初書き出しが初恋なんですよ。もうねポエムになってる。スーさん、ミカさん、こんばんちは。先週の皆様の初恋エピソードとても楽しくてキュンキュンしながら聞いていました。おばさんネーム腰痛に慣れてきた45歳と申します。ここらで私の初恋も聞いてください。これめっちゃねいい来るよ。中学1年生入学したてのまだ慣れない環境にそわそわしていたあの頃、他の小学校から来た M 君を好きになりました。はい、この他から来るね、転校生ね。一目惚れだったと思います。同じクラスでも席が遠いとなかなか話す機会もなく、夏になり秋になり、体育祭をきっかけに少し距離が近くなったのを覚えています。彼と私が両思いだと噂も飛び交うようになりました。その頃彼が私の通っている塾に入ってきてくれました。会える回数は増えたけどあまり話すことはできませんでした。塾の帰り道、自動販売機の前でジュースを買う彼と目があったのに話しかけられなかった。もしかして待っててくれたのかななんて帰り道に一人考えたりして、
冬も終わり、もうすぐ2年生になるのでクラス替え。その前にクラスの仲良し男女メンバーで春休みに遊ぶことになりました。はい。その日、もしかして告白されるかもねなんて友達と話していたけど、何もなく解散。けど本当にその夜、家の電話が鳴ったんです。私が電話に出たら彼から、今まで仲良くしてくれてありがとう。僕は君のことが好きだよ。私はありがとうとしか言えませんでした。だって家族が食卓を囲んでいるすぐ横で電話していたから。古希じゃなくておやきです。コード付きです。私も好きだよなんて恥ずかしくて言えなかったんです。今みたいにスマホがないあの頃の家電あるあるですね。付き合うこともなくちゃんと気持ちを伝えられないまま私の初恋は終わりました。その後彼にはモテ期が来て、いろんな女の子と私の友達とも付き合っていたようです。今まで以上にプリンセスの M を聞いて悲しい気持ちに浸っていたのを覚えています。それから30年以上が経った今、彼は私の家の近くに家を建てて暮らしていると風の噂で聞きました。竹内まりやです。ここから、まだ会ったことはありませんが、顔を合わせる日は近いでしょう。その家の窓際に大型犬が見えたり、庭に置かれた自転車や遊具を見ると、あ、男の子がいるのかななんて思って通り過ぎています。いつかふとした瞬間に彼の姿を見かける日が来るのかな。初恋って実らなくても甘酸っぱくていい思い出です。それでは聞いてください。プリンセスで M。じゃらら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 。だって本当にそう書いてあるんだもん。それでは聞いてください。これさね、これさ何があって、すべてのキーワードが完璧なんですよ。まずラジオネームが腰痛に慣れてきた45歳。中年の悲哀があるじゃないですか。で、中学1年生入学したてになれない時に違う小学校から新人が来るわけですよ。で、一目惚れで体育祭をきっかけに仲良くなる。で、両思いだって噂が立つんですよ、クラスでまず。で、塾に入ってくる。だけど話せない。自販機。もう自販機でジュース買う人いないから、もう今いるけど、で目が合う、話しかけられない。でももしかして待っててくれたのかも。待っててくれたのかも。そして家電。僕は君のことが好きだよ。でもおやきだから言えへんねん。私も好きとか言えないのね。その彼が家の近くに家建てとんで。どういうこと？家建てるってことは死ぬまでそこにいるよ。ね。すごいね。これ。見覚えのあるだよ。ね、これあっても初恋は初恋のままでね。これね。これ。うわー、こうなっちゃったかーっていうのじゃないことを祈るよね。もしも願いがになるとちょっとまたややこしくなってきちゃうから。そっちはね、それね、今の若い人わかんないから、それが何を意味してるか。ああ、そうですか。皆さん、小林さんのあきこさんでしたっけ、の住宅街で起こるんですよ。住宅地でね、いろんなこっちとあっちがくっついちゃったりとかするんですよ。あるんですけど、はい。まあそうなったら自分でケツを拭くということで、まあでございますけれども、あったりしますけれどもね。いやでもいいですね。なんかそっか、今もこうやって初恋の人がチラチラしてるっていうバージョンもあるわけですね。私この間さ、X でさ、旧ツイッターの X であなたがさ、なんかなんか人の気持ちはなんか自分の本当の気持ちが湧き出るみたいな、でこれ毎日書いてたじゃん、感想とフェードの感想で、その時にでも、その前になんて明確に言ったか忘れちゃったんだけど、その後カッコでも人のことを傷つけるのは絶対ダメって書いてあって、このクソ真面目女かと思って。そう愛は自由、愛は本質が溢れる、かっこでも人に迷惑をかけるのはダメ。そう何言ってんだよ。人に迷惑をかけなきゃ生きていけないんですよ、私たちなんて。いや、じゃあ愛に関してはだから言いたいのは相手が嫌がる行為をするのはやめてくださいっていう話です。まあでももちろん犯罪だったりとか、それをやめてくださいっていう話。そこじゃないんだよ。そこじゃないでもちろんね。ないけれどこの
優等生だって思いながらでいいねってしときましたけどありがとう。いいね。あなたもいいね。ありがとう。いや、ちょっと初恋メール、ちょっとこれはまだありますので、はい私たちはこれをなんて言うんでしょう、溜め込み、はい、このユンケル剤みたいな感じで、そうですね。あで途中にやぶさめの話を入れてくるっていうです血ね。肉と死、血肉と死。血肉と死、これを得て私たちがまた生命をある種の命を吹き返すっていう、これが私にとっての高麗人参であり、ユンケルであり、ユンケルであり、ええアミノ酸よりもっとドドカンってやつです。そうグシュンっていうやつ、元気の前借り系ですよ。そうですこれはもそうです。皆さんじわっとね、健康的にってなるっ感じていうことじゃなですけれども、くてもう一瞬にしてっていうことで、血糖値をバンと上げていくっていう。それが初恋メールですので、はい。まだまだ募集しておりますので、ちょっと私たちが53歳ってさっていう時にくさくさした時にはね、はいそうですみね。たいなと思って、はいちょっと何あなた本当にお世話になってる私たちの動画を撮ってくださっている、はい。プロレスラーの今成夢人さん、夢人さん、夢に人と書く夢んちゅですね。夢んちゅ、絶対違う。や夢んちゅぶさめ、やぶさめ違うから。やぶさめ違う。堀井君多分この話ないぐらい私が手短にいきます。私がずっと応援している頑張れプロレスの、皆さんの中のメンバーの一人に今成夢人さんっていう選手がいらっしゃいます。でこの方映像作家でもあって私たちの武道館とか運動会とか全部映像を撮ってくださっている方なんですが、いろんなご縁があってあえらの、現代の肖像というですねコーナーで6ページ特集をされまして、我々見たことがないいい顔をした今成さんが今載ってますんで、しょっちゅう私たちのイベントではもうずっと運動会の時もね回してくださってましたしね、いつもいてくださる方でしたけれども、頑張れプロレス南に行きましょう。あえら現代の肖像に載ってますので、面白いですね。でも8年ぐらい前にあえらのダイエット特集、今成さんポチャっとした女性が好きっていうのもあって、ポチャジョっていう体の大きい女性のプロレスのイベントをやったりとかしたことも過去あったんですけど、その8年半前にあえらのダイエット特集を見て、そのあえらを糾弾してるっていう写真が残ってたらしくてインスタでツイッターで出てきたんですけど、まさか8年半後に自分が現代の肖像に乗るとはね思ってもいなかったと思います。ちょっと眺めてみてください。今成さんはね隣の雑談聞いてこっち聞かないんだよ話聞いてるとどうやら雑談しか聞いてない。どちらもね好みがありますからね。ということで、あえらぜひよかったら、そして今週のあえらにはその今成さんも出てるし、私の連載もあるんですけど、来週のあえらの方は連載でミカちゃんのフェードラの感想も書いてますので、ぜひ読んでください。そして運動会嬉しい。たくさんの申し込みありがとうございました。なんか本当にちょっと次会場でかくしないとダメかなっていうぐらいすごいたくさん第一次選考で、私たちさ自分たちのいわゆる武道館公演的なものをこれ以上会場を大きくするのは絶対に無理だ。芸がね、そう芸がない。もうそこマックスだ。そうと思うんですけど、みんみんな一緒ならいけんじゃないのみたいな。50回一緒だからこれ会場でかくしちゃっていいんじゃないのみたいな感じにちょっとなりつつあるぐらい、たくさんご応募いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます本当に。二次選考は7月12日土曜日、7月12日土曜日の朝10時から改めてございますので、詳しくは特設サイトをご覧ください。ちょっとでも本当に来れない人が多いっていうイベントやるのはマジで辛いんで、もうずっと言ってますからね。だからかといってイベント一切やんないっていうのもまた話が違うと思うんで、多少だれても運動会ならみんな楽しめるっていうのが分かってきたので、まあ分かんないですけど、まだ今回まではちょっと皆さんお付き合いください。いろいろと不便もあると思いますけれども。ということで、あっという間にくだらない話ゼロ回答で今日1時間超えてしまいましたけど。はい、ということで今回はここまでにしておきましょう。オーバーザさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。Spotify、Apple など番組ページでのフォローもお願いいたします。最近よく Spotify のライキングに私たちの番組入ってきて、皆さんありがとうございます。皆さんがたくさん聞いてくださるおかげで、たくさんの人の目に、入るようになってます。感謝しております。それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は堀井美香とジェーンスーでした。オーバー。